私はしゃがみ中継グランドスクラッチを発動。ガードされても-6フレームで済む足払い攻撃でダウンを取るよ。私のターン。速攻魔法競争のリバサコパンを発動。ナコの置き攻めを逆卓。爆殺。これはランクマに横行するリバサコパン。カウンターが出ていてもやめないその行動に果たして未来はあるのだろうか。っていうか私のターンだよね。ふふふ、勝てばよかろうなのだ。でも明確な意志を持たないリバサコパンなんてその後に何も続かないはず。何を勘違いしてるんだ。まだ私のターンは終了してないぜ。ドロー、リバサコパン前歩きなで。私のリバサコパンに困った相手に強欲に投げに行く。思考の止まった相手へのさらなる追撃。ナコの精神はこれ。リバースカードオープン。正義執行。このカードは隠された特殊能力があるよ。相手の投げに合わせることによりパニッシュカウンターとなる。パンキースライサーがパニッシュカウンターになったその瞬間相手は死ぬ。クソゲー。クソゲーだよクソゲー。スト6はクソゲー。言うにこと変えてクソゲー判定なの。1回のコンボで6割持ってかれるゲームなんてクソゲー。どうせリバサで逆卓かけるならしゃがみ中足にしてラッシュかけなよ。ジュリの中足長いんだから。コパンが一番早いじゃん。私は楽に簡単に切り返したいの。せめてコパンからコンボしようよ。それにしてもリアちゃんキャラはジュリにしたんだね。スタンダードに近いキャラ性能だし強襲卓が強いのは好みだし、何より声優の北村絵里さんが素敵ですから。使いたい理由が好みなのはいいね。せっかくゲームしてるんだから好みで使いたいよね。まあ戦い方の好みは賛同できないけどね。結構苦労する部分があるんですよ。このキャラ割と繊細なんですよ。繊細って言ってる割にはやってることクソプレイなんだけど。わかりました。今日は私がジュリについて解説します。私の苦労話をぜひ聞いていってください。で、今回はジュリの動画なの。なんで開幕にあんなボコボコにされる場面から始めたの？感じ悪くない？それは私がジュリ VSDJ は EJ が有利だと思っているからです。そのキャラ無理です。自虐から始まった。幸先不安だな。スト6のジュリちゃんは強襲キャラです。長いステップを使って相手に急接近。空中の必殺技である疾空戦で相手に奇襲。素早いドライブラッシュを使って怒涛のラッシュ。ジュリちゃんのリズムで相手を追い詰めます。まあそういうキャラだよね。 DJ ほどじゃないけどドライブラッシュも速い方だから相手の意表をつくにはもってこいだよね。 DJ ドライブラッシュ爆速許すまじ。はい自虐やお気持ち表明は後でしようね。他には風波ストックという独自のシステムで一部の必殺技の性能を上げたり、 SA2 の風水エンジンによる自己強化でチェーンコンボと呼ばれるコンボを使うことができます。ただ速いだけでなくユニークな技も持っている素敵なキャラクターとなっています。そしてジュリはプレイヤーも多いですので攻略情報の多さも魅力の一つです。困ったら情報を探しやすいのはとても大事なことなので情報面でも恵まれているキャラクターとなっています。プレイヤーの分母が多いキャラクターは情報に困らないのが良いところだよね。様々なプレイヤーに愛されているジュリちゃん、さすがです。リアちゃんがジュリを好きなのはよくわかったよ。では次にジュリちゃん固有の技を紹介します。通常技や特殊技に関してはブログにまとめてあります。よければ見に来てくださいね。よろしくね。まず風波陣、相手を蹴り上げる打撃の必殺技です。ボタン強度が上がるほど発生が遅くなりますがダメージが上がります。強版とオーバードライブ版の風波陣は追撃も可能です。ただしこの手の技には珍しくボタン強度が上がるほど不利も大きくなっています。
中の風波陣以上は何かしらの反撃をもらう可能性があるので、コンボでしっかり入れられるようにしましょう。また風波陣を使うと風波ストックがたまります。空振りでもたまり、最大で3つまでストックできます。風波ストックがあると後で紹介する再破傷、暗剣殺、豪王殺の性能が変わります。コンボダメージのアップや有利な状況を作るための手段になるので、とても大切なシステムです。ジュリちゃんのやり込みは風波ストックの管理から。ちなみに風波陣で無理やり相手の周りの気を奪って風波ストックにしてるって設定があります。で、知らなかった。無理やりって怖いね。見た目の割には物騒な技だったんだ。風波陣は打撃技なのですが、相殺判定があるため相手の飛び道具も打ち消せます。この仕様は気を絡め取るという設定から来ているのかもしれませんね。次に波動拳コマンドと各種のボタンで出る必殺技、再破傷、暗剣殺、豪王殺です。まずは波動拳コマンドプラス弱キックで再破傷。こちらは飛び道具属性になっています。風波ストックがない状態では自身の目の前だけですが、風波ストックがある状態だと飛び道具を打ち出します。距離制限はありますが、非常に弾速が遅いため飛び道具と一緒にラインを上げられる手段となっています。また強化再破傷は場面端では有利フレームが取れる連携にも使えます。様々な連携に組み込んで相手を萎縮させましょう。この技うざったいんだよね。うざいと思ってもらうのが大事な技ですからね。次に暗剣殺、こちらはほぼコンボパーツとして使います。5強パンチ、2強パンチ、もしくは6強パンチからつながります。パッと見はノーマル版、強化版、オーバードライブ版でエフェクトの最程度なのですが、ノーマル版とそれ以外でヒット時に有利フレームが大きく変わっています。立ち回りで使うことはまずないので、コンボと一緒に覚えましょう。次に豪王殺、見た目通りの突進技になっています。この技は発生が早いため中攻撃以上からコンボになります。ダメージも高いので SE さんにつなぐ際には便利な技です。ガードされると反撃確定のためこちらもコンボパーツです。コンボと一緒に覚えましょう。そして再破傷、暗剣殺、豪王殺は風波ストックがある状態だと別の技につなげることができます。例えば風波ストックが3個ある状態なら再破傷、暗剣殺、豪王殺といった感じにつなげられます。同じ技でなければ順序は自由となっており、暗剣殺、再破傷、豪王殺といった形も可能となっています。この仕組みはオーバードライブ版でも可能です。オーバードライブ版は技と技をつなぐたびに風波ストックを消費します。またオーバードライブ版はオーバードライブ版でしかキャンセルできません。ですが追加で使われるオーバードライブゲージが1本となります。ジュリのコンボダメージを底上げする大事な要素です。最初は分かりやすいコンボから覚えてやり込んでいくにつれて風波ストックの個数でコンボを変えられるようにしましょう。風波ストックがいくつ残ってるかでコンボが変わるんだね。結構大変だね。風波ストックを確認しながら対戦するって相当練習が必要だよね。そうなのです。ジュリ使いは苦労しているのです。決して突っ込んでいるだけではないのです。私ジュリに対しては良い印象がなかったんだけど、ちょっと見方変えるよ。気になる言い方ですがそれは何よりです。次に天線輪、昇竜拳です。弱番は横に、中番は斜め気味の上に、強番は斜め上に出る必殺技となっています。弱番はコンボ用、中、強番は対空にも使える必殺技となっています。コンボとしても対空としてもお世話になる技です。オーバードライブ版は完全無敵なのでぶっ放しに使えますよ。必殺技の最後は空中必殺技であるシックウセンです。前ジャンプからのみ出すことができる強襲パーツです。遠くから相手の飛び道具を潰したりコンボとして使ったりもできます。またボタン追加で試練戦という追加の必殺技があります。ヒット時のみ派生するため立ち回りで使う際は基本的に入れ込んでおいて OK です。コンボによっては試練戦を入れ込まないものもあるのでコンボと一緒に覚えましょう。次にジュリちゃんの超必殺技であるスーパーアーツ SAE1 殺海風破山。相変わらず技名がかっこいい。平成を感じるね。平成のキャラですからね。殺海風破山は打撃と投げの無敵がついている SA でコンボの他にはぶっ放しにも使えます。蹴り技とともに飛び道具を出していますが見ての通り弾速は速くないので割り込みには不向きです。
明確な意思を持って使いましょう。また風破ストックがある状態でボタンを押しっぱなしにすることで最終弾のダメージが少し上がります。私は最近知りました。最近なの？今まで知らなかったってこと？はい、そうですが、何か？いや、リアちゃんがそれでいいなら、それで。次に SA に風水エンジン。左目に埋め込まれた風水エンジンを起動します。自己強化技となっており、効果時間がなくなるまでチェーンコンボを使うことができます。チェーンコンボは通常技から通常技にキャンセルがかかるコンボのことだよ。元ではカプコンのゲームであるヴァンパイアシリーズだね。チェーンコンボについては初級者向けになりますが、後ほどのコンボでご紹介します。馴染むまでに少々時間がかかる仕組みだと思いますので、ジュリの操作に慣れてきた頃に覚えてみることをおすすめします。また、私が参考にさせてもらった風水エンジンの攻略動画を概要欄に貼らせていただきます。風水エンジンを使えると一発逆転サヨナラホームランも狙えます。ジュリを使うのにも慣れてきたなというプレイヤーさんや、ジュリでもういいって何か欲しいと感じるプレイヤーさんはぜひ挑戦してみてくださいね。最後に SA さん、回旋弾快楽です。かっこいい。他のキャラ同様に主にリーサル状況のコンボパーツとして使う SA さんになります。発生が10フレームと少々遅いために対空としては使い難いのですが、攻撃範囲が真横に出るためにコンボとしての使い勝手が良いです。この技の使いどころもコンボと一緒に覚えましょう。時間の無駄だ。ではジュリちゃんの基本的なコンボを紹介します。風破ストックを絡めたジュリちゃんのコンボバリエーションがあまりに多彩のため、ドライブラッシュを含めたコンボで紹介します。2弱 K、5弱パンチ、5弱 K、強転線輪、2弱 K、5弱パンチ、5弱 K、弱転線輪、SA さん。5中パンチ、2中パンチ、中風破陣。2強パンチ、もしくは5強パンチ、強風破陣、強転線輪。ジャンプ中パンチ、オーバードライブシック1000、各種 SA。相手画面端ドライブインパクトヒットオアガード、2強パンチ、強風破陣、強転線輪。相手画面端ドライブインパクトダメージ重視、ドライブインパクトヒットオアガード、2SP、5応殺、強転線輪。風破ストックがある場合は最後をオーバードライブ転線輪。ドライブラッシュ5中パンチ、5中パンチ、2中パンチ、中風破陣。5中パンチ、2中パンチ、ドライブラッシュ2強パンチ、5中パンチ、2中パンチ、中風破陣。次に風破ストックを使うコンボです。風破ストック1コンボ。ジャンプ強キック、2強パンチ、強化案検察、6中パンチ、中風破陣。5中パンチ、2中パンチ、オーバードライブ5応殺、2段、オーバードライブ案検察、各種 SA。画面端では5応殺は3段入ります。2中キック、ドライブラッシュ5中パンチ、2強パンチ、強化案検察、6中パンチ、中風破陣。風破ストック2コンボ。ジャンプ強キック、2強パンチ、強化案検察、6中パンチ、強化5応殺、SA さん。ジャンプ中キック、5中パンチ、強化再破傷、強化案検察、6中パンチ、中風破陣。ジャンプ強キック、2強パンチ、強化案検察、6中パンチ、オーバードライブ再破傷、オーバードライブ5応殺、SA さん。相手画面端、ドライブラッシュ5中パンチ、5強パンチ、強化案検察、2中パンチ、強化再破傷、2中パンチ、中風破陣。中攻撃以上、オーバードライブ再破傷、オーバードライブ5応殺、2段、オーバードライブ案検察、各種 SA。風破ストック3コンボ。
ジャンプ強キック、2強パンチ、強化案検察、獄中パンチ、オーバードライブ再破傷、オーバードライブ5応殺、オーバードライブ案検察、SH。画面端付近なので5応殺が3段入ってますが、画面中央より後ろだと2段までなので注意してください。ゲージ約 2.2 歩以上。ジャンプ強キック、5中パンチ、2中パンチ、ドライブラッシュ5中パンチ、2強パンチ、強化案検察、6中パンチ、強化再破傷、強化案検察、6中パンチ、ドライブラッシュ2強パンチ、5中パンチ、2中パンチ、SE さん。風波ストック3個以上のものは1例です。ここで紹介したものが必ずしも最適解でないことをお詫びいたします。風波ストックが足りない分はオーバードライブでカバーできるということも覚えておいてください。また SE さんが打てる状態でのコンボなら余計なことをしないで早めに SE さんを使った方がダメージが伸びやすいです。強化案検察やオーバードライブ案検察といったコンボを伸ばすパーツはゲージ回収用が目的だということも覚えておいてください。とりあえずこんな感じです。多いね。いえ、これでも半分も紹介してないです。これからジュリちゃんを始めるプレイヤーさんは適正コンボはゆっくり作っていってください。次にジュリちゃんの醍醐味である風水エンジンコンボです。これもパターンが多いからまずここから覚えよう的なコンボを紹介いたします。まずチェーンコンボですが、基本的に強度が低いボタンから高いボタンにつなげる、かつ同じボタンは1回までというルールです。例えば立ち状態で5弱パンチ、5弱 K、5中パンチ、5中キック、5強パンチ、5強 K、5応殺。弱、中、強の流れになっていて同じボタンを使っていないです。もちろん特殊技も使えます。その場合は該当するボタンの回数としてカウントされます。またチェーンコンボで出した大攻撃は全て浮かす判定となります。空中コンボも可能となっています。このルールの下でコンボを構築します。そして風水エンジン発動時はボタンホールドで突進攻撃が出ます。突進から通常技にキャンセルがかかりますが、無敵はないためにぶっ放しには使えないので注意してください。ロキソの運びコンボ、風水エンジン発動、5中キック、6中パンチ、4強 K、2強パンチ、ジャンプ弱パンチ、ジャンプ中パンチ、ジャンプ中キック、疾空戦。画面中央、端問わずにできるコンボです。まずはこのコンボから覚えましょう。流れに慣れたら次は5応殺を入れるコンボです。風水エンジン発動、5中キック、6中パンチ、2強パンチ、5強 K、5応殺。画面端では中点線輪も入ります。この動画では詳細は省きますが、北川式というセットプレイに行けるルートでもあります。そして途中で止めてコンボを再開するダメージアップコンボ、風水エンジン発動、5中キック、5中パンチ、5弱 K、2中キック、6中パンチ、5大キック、2大パン、ジャンプ中パンチ、J 大パン、J 大キック、疾空戦。このコンボは場面端限定ですが、5中パンチで止めてから5弱 K につなぎ直すコンボは場面中央でも可能です。自身の連動に合わせてコンボ構築をしていきましょう。これを覚えておけばジュリの風水エンジンは困らないの。いいえ。いいえ。この他にもドライブラッシュや強化案検察を絡めたコンボがあります。まだまだいっぱいありますよ。本当に多いね。覚えきれるの？最初から全部覚えようとするのは無茶ですね。なのでコンボ練習と対戦を並行してやっていって必要に応じて構築していくのがベターだと思います。焦らずやりましょう。ジュリ使いの苦労を少し垣間見たよ。そうでしょう。起き上がりに楽をしたい気持ちも理解できますよね。いや、それとこれとは話が別かな。だりーやつ。最後にジュリちゃんの所感なんですけど、思ったより攻めがたいキャラです。はい、
急に何を言い出すのディアちゃん。とうとう頭湧いた。とうとうって何ですか？とうとうって。まずは話を聞いてください。嫌だって。ジュリで攻めがたいって。ねえ、ドライブラッシュ後中パンチがどれだけ猛威を振るっていると思うの？そう、そのドライブラッシュなんです。EJ がドライブラッシュで奇襲をかけられるのはレアスラッシャーや J に B の存在があるからでしょう。ジュリちゃんはそういった対の選択肢が薄いんです。どういうこと？ジュリちゃんがドライブラッシュしかしてこないならどうします？持続の長い牽制技を置いておいたり、そもそもドライブラッシュを待ったりするかな。そうですよね。でもそこに飛び道具が混ざれば、おいそれとは牽制技を置きがたいでしょう。ジュリちゃんはそういった類のものがないのです。まあ飛び道具もなければ有利の取れる突進技もないからね。飛べば。スト6のゲーム性で本気で言ってます。ごめんなさい、本気では言ってないです。ジュリちゃんは強化風破陣など一緒に攻められる飛び道具はありますが、状況が限定されています。シック1000も反撃をもらわないように打つのが難しいので、キャミーのような強襲には不向きです。なんだかんだでスト6も待てるゲームになりつつあるので、ジュリちゃんの向かい風になっている印象です。皆さんがゲームに慣れていない頃にはドライブラッシュで押せていましたが、現状ではドライブラッシュだけでは打開できないことが多いです。ナコちゃんだって発売当初よりはジュリへの対処は楽になってきたのではないですか。まあそうだね。最初に感じてた頃よりは厳しい印象はないかな。最初に勝ててたけど最近勝てないといったこともジュリ使いにはあるあるだと思います。画面端は相変わらず強いとは思いますが、そこに行くまでにどうとでもされてしまう印象です。ギルティギアの回とかメルブラの遠野七とか KOF の K ダッシュとかと同じかな。動きは速くてもやってることは素直なキャラクターは純粋なパワーが足りないと厳しくなってくるんだよね。格闘ゲームあるあるといえばあるあるだよね。せっかくの長い前ステップがあっても、それを通すための武器が薄いとなかなか前に出にくくなってしまうんですよね。ジュリ使いの人は垂直ジャンプ多いなとか思ってたけど、攻められなかったからなんだね。それは垂直ジャンプ大キックが強いのもありますけどね。中足波動拳みたいな便利な入れ込み技もないですし、せっかく捕まえたのに逃げないといけなくなる場面も多いです。どう攻めれば良いんだろうなと困ることも多いです。とりあえず課題があるのはよく分かったよ。確かにこの選択肢が通らない時はあの選択肢、あの選択肢が通らない時はその選択肢みたいな形が攻略の基本だもんね。対の選択肢が弱いのは強襲キャラには致命的かもね。ドライブラッシュ後中パンチは強い行動ですが、対の選択肢がないとぶっ放しと変わらないですからね。攻めてるわけでなく、なんとかなれと念じている時も多いです。天使だけに神に祈ってるんだね。やかましいです。おいおい、もっと遊ぼうぜ。というわけで今回はクラシックジュリの初級者向け解説でした。ジュリちゃんは状況判断別のコンボというより風波ストックをどう使うかが攻略の鍵だと思っています。風波はラインを下げて貯めるのもありだと思いますが、できることなら攻めてる中で貯めていきたいのが本音です。不必要にラインを下げてドライブラッシュで強襲をかけても相手の準備が整ってしまっていることが多いです。風波を嫌がる相手に意表をつく形で攻めを成立させたいですね。好き勝手できるキャラかと思ってたけど、風波陣の反撃確定とかドライブラッシュだけでは厳しいとかいろいろ課題があるんだね。ちょっと理解ができてきたから、次からはジュリにクソプレイをされてもちょっと寛容になれそうだよ。ちょっとだけね。相手を攻め立てるために試行錯誤しているということが少しでも伝わったのなら幸いですよ。これからジュリちゃんを始める方は途中で厳しい坂が待っていると思いますが、折れずに向き合ってくれると嬉しいです。北村えりさんの演じる素敵なジュリちゃんを一緒に推していきましょう。では今回はここまでです。最後までご視聴ありがとうございました。気持ちよかっただろ。いや、でもリバサコパンは許さないよ。ちょっとぐらいいいじゃないですか。毎回読み合ってたら窮屈です。やるのはいいけど、ミドとジュリを繊細なキャラだなんて言わせないよ。すいませんでした。
それほどでもないゲーマーチャンネルは北村えりさん激推しです。